皆さんこんにちは。本日の DKTV はこの TRD のこの人に、なんか知らないけどここに連れてこられました。これ TRD ファクトリーってなってるけど、はい、どういうことですか？はい、TRD の場合ですと、はいパーツを作ったりとか、できるんですけれども、やっぱりどうしても省流として、お客様に直接、はい商品をお届けすることができないので、販売店として窓口として、はい我々が TRD ファクトリーという看板を掲げさせていただいています。いいじゃないですか。ちょっとなんか、なんかショップと変わらないですね。そうですね。これでもね一応ディーラーなんで、はいディーラーの中にこういうコーナーがあるってことですよね。そうですね。はい、もう2001年に立ち上げてますので、ここはい、当時はやはり車はディーラーで買って、はい車を要はいじるのは、ショップさんでっていうのがん当たり前の時だったんですけれども、いつかそういう時代がディーラーでそういったカスタマイズをする時代が来るというところで、その当時の社長の先見の目というところで、本当に当時珍しかったんですけれども、珍しいですよね、はいディーラーでこういうものがつけられるって。そうですね。おなかなか客様もないですよそういった安心を、やっぱりディーラーでやってくれるんでっていうのはよくいただく声ですね。いや珍しいよね、ディーラーでこういうチューニングができるって。そうですね。はい。絶対的保証だよね。そうですね。ありがたいことにそういう言葉はね実際にお客様からもいただきますので。そうですよね。はい。へえ、ここはでもすごいな。下手なショップなんかよりもすごいよね。ありがとうございます。直径だよね。TRD パーツ。はい。はあ。ということで、今回は僕の黒八をここでお世話になるということなんですけども、進捗状況としては何をやられたんでしょう？はい、今回は、クロスミッションのお取り付けと、はい LSD の交換、あとハブベアリングの交換をさせていただきました。それはやっぱこれ弱ってるからそうですね。強化品にはなっておりますので、どうしても86のミッションってちょっと、特に、パワーを上げてくると、どうしても泣きどころになってきますので、そこを強化させていただきました。それ TRD で売ってるんですか？商品としてもございますので、一般のお客様も同じようにしたいって言ってもらえれば、6も8も6も8も可能です。ここに来ればはいできると。すげえな。そりゃすげえな。それはじゃあちょっと車チェックしに行きますか？はい、よろしくお願いします。めちゃ綺麗だね。ちょっとでミッションなんでこんないっぱいあるんですか？レース用のスペアミッションですね。レース用のスペアミッション、必ず2機は持っていくのと、本当のレースで使わないけど、例えば簡単に言ったら板金に出すとか、で動かすときはもう転がし用のミッションにわざわざ変えて、もうレースミッションはもうレースでしか使わないっていう。レースミッションっていうのは TRD の強化。そうですね。はい。チェアさんのと同じものが使われてるので、走行距離で基本的にうちはサイクルを考えてますので、あとは実際に走り出した時のドライバーのフィーリングがちょっと引っかかるよってなれば、距離を足してなくても当然バラして。シンクロほぼほぼシンクロですね。でもう86のレースだともうみんな全開シフトしちゃうんで、そうだよね。はい、どうしても痛むので、痛むよね。はい、なんでレースミッションは基本的にはもう割り取りとか全部やって、そこまでしないとあの方々は皆さんフィーリングやっぱりそこ大事にされるんで、あとはエンド、ケースもハウジングが3つに分かれて、結局ケースのねじれも出てきてしまうんで、ちょっと距離でもう変えるっていうそれ何キロぐらい距離でも1万ぐらいは基本的には使えます。ただやっぱりそういうメンテナンスをして初めてその距離なんで、使いっぱなしで1万ってなるとレースではとてもじゃないけど、じゃあ毎回バラしてるの？レースの1回の距離でだいたい走行距離300キロぐらいなんですよ。でスポーツ走行の数が少なければ、投資で行って現地で要は予選決勝前に変えたりとかしてます。で新品ミッションも買うんですけれども、必ず1回全バラしてバリ取ったり、要は組み直しして、で効果があるか分かんないんですけども、そのミッションのシールもちょっと別のやつ使って、なんで？なんていうのかな、シールが硬いんですよ。ってことは面の密着が
より強固になるわけじゃないですか、はいはいそうするとケース全体の剛性が出て、まあ、そういうねじれとかに対してのフィールの悪化とかっていうのを防ぐために、ただ実際にそれに効果があるかわかんないですけれども、どうせやるんだったらそういうものを使っとけば理論上は要は剛性出るよねっていうので、某エッジ社の純正のシールを使ってます。はあ、あれクラッチ？今回はいそうです。今回お取り付けさせていただいたクラッチと、あとこちらがちょっと純正の純正じゃないか、純正ですね、これ純正のクラッチのレディースフォーク、でちょっとここへ変えたやつを今お持ちしますんで、ちょっとお待ちいただけますか。それが TRD の？そう。何が違うの？触ってみてください。お、重っ。プレスと肝臓です。あ、そう。オタクでしょ。これは強いわ。やってる方もどうかなと思ってます。これは強い。自分で言うのもあれですけど、同じところで切れて同じところでつながる。スポーツドライビングとかをやってる人にはとてもいい。すげえオタクの商品ですよこれ。まあ特にパワー上げてって、あんまり86でツインとかの方っていらっしゃらないんですけれども、やっぱり一般的に言うその強化クラッチっていうのは、やっぱりカバーの圧着力上がってきて、ペダルが重いってなると思うんですけどね。でも重いってことはその分ここの特に支点の部分を介してのこの動きっていうのが大きく出ちゃうんで、こういったものの方がそこのロスが少ないんで、言葉で言うならよく言うダイレクトなフィーリングっていうふうになると思います。はあ、すげえ、これはすげえ。でこれを変えたからってその踏む力とか、そのクラッチの動力は変わらないんで、はい、進化してますよかゆいところにこういう手に届いてるんで、なるほどね。デフは？デフは今回はキャロッセさんのデフを取り付けて、ファイナルも 4.5 になってますので、じゃあよろしければ実際に車上げて、下回りを聞いてみましょう。お願いします。ちょこちょこ良くなってんだよ俺の車は。今回まずデフなんですけれども、キャリアがこのフィン付きのキャリアに今回変更になってます。でこのキャリアが、今後GR パーツとして、新しくキャリアだけ出るんですけれども、今のレースのカップカーの標準車両はこのフィン付きに変わってます。それを今回採用させていただきました。で、エンドのケースも、容量アップと、あと、風による冷却性能を狙って、トラストさんのデフのエンドケース、こちらにもついてます。実際中身はちょっと見えないんであれなんですけれども、クスコさんのデフが入ってますので、特に真夏なんかだとかなり油温もどうしても上がってしまいますんで、やっぱり太いタイヤハイグリップになると、当然ここのデフ温度っていうのは上がってしまいますんで、まず一つがその容量を増やす、これをつけると約全体的に2リッター入りますんで、ざっくりコンマ8ぐらいは多く入るのと、ただやっぱり増えても上がるは上がっちゃうんで、ただ上がりが遅くなるっていうのと、実際には特にアルミで熱交換性高いんで、フィンもついてますし、容量も増やして風も当ててって、でさらに今回このフィン付きのケースにしてますんで、だいぶ効果はね、冷えますよね。思います。はあ、なるほどね。ファイナルが 4.8 から 4.5 ですよね、確か。ファイナルも変わってますね。これは楽しみですね。そうですね。NA だとやっぱり 4.8 とかっていう方は結構いらっしゃるんですけれども、ターボの場合ですとやっぱりそこのトルクは逆にそういったファイナルとかじゃなくてエンジンのトルクでカバーできるんで、コースによってやっぱりどうしても本当は合う合わない出てきちゃうかもしれないんですけれども、その分ターボはかなりトルク吸収できるんで、このファイナルで十分だと思いますね。あとはちょっと見えにくいんですけれども、
ハブのベアリングっはい。ていうのはもう4輪すべてあ今回交換してますので、はいあんまりハブベアリングがダメになるってことは、そんなに86の場合は多くはないんですけれども、特にまあフロントよりかリアよりかフロントの方が当たり前ですけれども、ダも入ってあー G もかかるんで、まあガタは出やすくなるよね。そうですね、フロントの方がね。はい、なんでまあダメな時の傾向としたらコーナリング中にやっぱりこうゴーとかうん音が出たりっていうのはもうハブベアリングのダメな合図なんで、はい。なかなかこう気づきにくいんですけれども、まあ定期的にまあ本当は乗ったら交換してあげるのがまあいいかなと思います。はい、そうですね。ちょっと今カバーついちゃって、はいまあこちらから見ていただくともうピカピカの新品のミッションが、新品はい、ミッション新品はい。これ Z の8。これ8ですね。はいで8の、新品のケースに強化の強化のはい、ギアを入れさせていただきました。でまあ実際お車は要は ZN6 でも、はいまあ8のミッションは、つくんだね。はい、普通についてしまいますので加工はいらないの。何もいらないです。そのまま作る。そのままポンですね。ほなんでまあ例えばそのミッションブローしちゃったよとか、うん変えざるを得ないっていう状況であれば、まあだったら8 8のねっていうのを方も一定数いらっしゃいますね。う。いうふうにだから僕らみたいに月1ぐらいでサーキット走る人は絶対このミッションの方がいいよね。絶対この方が、ねはい、いいと思います。ノーマルだとやっぱ金かかるもんね。そうですね。シンクロすぐ行っちゃうから。はい。なんでまあオイル関係もしっかりメンテナンスうん。してもらって、やっぱりよく我々も言うんですけど、ミッションを育てるうん。とすごくいいミッションに育ってくれるんで、どういうふうに？やっぱり俗に言うならしうん。をしっかりやってもらった方がいいですね。ならしね。でやっぱりそのお客様にギアってこうなってるんですよ、うんシンクロって多分聞いたことある方結構いらっしゃると思うんですけれども、じゃあそれがどんなものでうんどう作用してるのかっていうのを、まあ分からない方がほとんまあそうですねどいらっしゃるんで、実際見せて、うん。ここがこう動くからうん。こういうふうになるんですよ、うんってことはここの当たりが悪いとうんこう感じますよね、要はならしっていうのはここをきれいにつけてあげることを言うんです、だからそういうふうに乗ってくださいねっていうふうに、ブレーキパッドとローターみたいなもんだよね。そうです、まさにそうですね。当たりをちゃんとつけましょう。はいはい、やっぱりブレーキも特にローターがしっかり当たりをつけてあげると、ものすごくライフが伸びるんで、当たりつけずにガンガン踏んじゃうとやっぱりもう表面荒れちゃって、ライフも短くなったりするんですけれども、もう本当にちょっとずつ温度上げていって作ったブレーキはロングライフになるんで、そうだよね結果的にいいんですけれども我慢できずに踏んじゃう人が結構いらっしゃるんで、はいもう聞いてはいたけどもうフルブレーキしちゃったとかってなるとやっぱり見るとこうヒートクラックが入るのがね、ローター早かったり傷むよね。はい、なんで、うんちょっとそこは頑張って育ててくださいってはいお願いをいつもしてます。やっぱこう強化ミッションと全然違います。フィーリング自体は変わんない全く変わらないです。あそうはい、ちょっとギアの厳密に言うとギアの履数が違って、ギアの厚さがちょっとだけ違うんで、耳を澄ますと4速なんかはスパーギアの GT とかのああいうキュイーンって音があそう微妙に、なんで僕なんかはやっぱり慣れてるんで、はいあこれ強化入ってるねとか、そういうのが分かります。分かるはい、4に入れるとやっぱり音がヒュイーンちっちゃくはしてるんで、あはい、その分強化なんで刃が厚くなってるんで、はいはいはいまあどうしても刃が立ってきてしまうんで、そうすると音出ちゃうんで、はまあマニアックにはそこがたまんないんですけどい、ね。そうですね。ねはい。もうミッション変えてるぞみたいなね。そうそうはい強化入ってるぞみたいな。そこがやっぱり手で感じて耳で感じてっていうのが五感にやばこう訴えてくるんで、はい乗ってるとテンション上がると思います。ねはい。はあ。それはちゃんと俺は鳴らしをしよう。ぜひはいしてください。これは楽しみだ。ありがとうございます。はい、とんでもないです。ファイナルいいぞ。
ァイナルいい感じ。いいわこれ。LSD もいいね。聞き方がほんとちょうどいい。乗りやすいぜ。めっちゃ乗りやすいよこれ。これはいいね。ああ、そうですか。うん。いや全然いいよ。楽しくなりました。さすが。いい。めっちゃいいわ。良くなったなら良かったです。うん。はいはい。いやびっくりだ。びっくりびっくり。なんか全然車が変わったんだけど。お乗りやすい。ああ、そうだ。やっぱこうギアは変わるよね。うん、ファイナルも、まあ、当然いいんだけど、はいはいはい。なんか別物の車みたい。おお、やったかいありました。あるある全然ある。さあやっぱこう TRD はさちゃんとやってるよね。これはもう本当になんだろう、この乗ってわかるから嬉しい。これはいい。いやびっくりだ。全然いいわ。まだまだやりましょう。ねえ。いやだけどミッション変えてクラッチ変えて、はまあつながりも全然いいしね。い。いや全然いい。あら和樹君何やってんだあいつ。自分の車デモおお。インパルのデモかはい新型 Z 持ってきてるの。インパルのあ星野一樹。あ、かっこいい。てかあいつ明日から開幕戦だよ。こんなことやってる場合じゃない。俺もだ。いやだけどいいね。うん。こういうなんかちょっとずつのカスタマイズってさいいよね。だからもう本当 ZN6 に乗ってるやつらにすればさ、目から鱗これは。ね、クラッチでやっぱこんなつながり良くなって、でギア変えておなんか気分いいぞみたいな。でファイナル落としたらもうさらに気分良くなるじゃない。これはいい。いや全然別物だわ。っていう感じで TRD は
ちょこちょこと少しずつレベルアップした ZN6 を仕上げていきます。頼みます。ZN6 のオーナーは世界中にいますからね、よろしくお願いします。